見に来てくれてありがとう。1、アライグマやスカンクには距離を取る。可愛い見た目のアライグマやスカンクだけど、近づきすぎると危険。アライグマは鋭い爪で引っかいてくるし、スカンクは強烈な匂いを放つ液を飛ばしてくるよ。どちらも人間に対して攻撃的になることがあるから、まずはゆっくり距離を取りつつ静かに退散。見た目に騙されちゃダメ。可愛くても喧嘩したら大変だよ。油断大敵。2、汚れた水を飲み水に変えるフィルター。もし汚れた水しか手に入らない状況になったら、ペットボトルを使って簡易フィルターを作っちゃおう。ボトルを逆さまにして底をカットしたら、中に砂、炭、布を順番に詰めてみて、これでゴミや泥をある程度取り除けるんだ。ただしこれでも完全に安全ってわけじゃないから、煮沸するのがポイントね。災害時やアウトドアで超役立つライフハック。手作りフィルターで生き延びよう。でも煮沸は忘れないで。3、ペットボトルで緊急ライトを作る。停電や真っ暗な状況で手元のスマホライトじゃ全体が明るくならない。そんな時はペットボトルを使って即席ランタンを作ろう。ボトルに水を入れてスマホのライトを当てるだけで光がボトル全体に広がるから部屋が明るくなるよ。シンプルなのにめちゃくちゃ便利だから覚えておいて損なし。4、イノシシには物陰に隠れる。イノシシは突進してくるけど視界があまり良くないから物陰に隠れると襲撃を回避できるよ。木や岩を見つけたらそこに素早く隠れるのがポイント。もし距離があるなら大きな声を出して追い払うのも有効。音に敏感だから驚いて逃げることも。イノシシの突進避けるのが最優先。隠れるのも大声作戦も忘れずに。5、緊急用の笛を自作。助けを呼びたいけど声が届かない。そんな時は即席の笛を作ってみよう。例えば缶のプルタブを折り曲げたり紙を丸めて筒状にして息を吹き込むだけでも簡単な笛が完成。高音は遠くまで届きやすいから意外と SOS に役立つんだよね。緊急時に音を出すテク、今のうちに作り方を調べておこうね。6、防災バッグにポリ袋を忍ばせよう。ポリ袋って持ってるだけでめちゃくちゃ使える万能アイテムなんだよ。例えば雨で濡れたものを包む、防水バッグにする、ロープ代わりにするといろんな使い方ができるの。軽くて場所を取らないから防災グッズのマストアイテムにしちゃおう。7、濡れた服を新聞紙で即席乾燥。服が雨でびしょびしょになった時は新聞紙を中に詰めてみて、新聞紙の吸水力が水分をしっかり吸い取ってくれるよ。さらに濡れた靴にも新聞紙を詰めれば効果抜群。寒い時期や避難中に重宝するから覚えておいてね。8、即席ロープの作り方。ここでロープがあれば手場面意外とあるよね。そんな時は手持ちの T シャツやビニール袋を使って即席ロープを作っちゃおう。ねじり合わせて結ぶだけで意外と頑丈になるんだ。荷物をまとめたりちょっとした救助にも使えるから試してみて。 T シャツがロープに変身なんてサバイバル魂くすぐるよね。でもさ、急に服脱いでロープ作り始めたら周りにドン引きされるよね。本人はドヤ顔してそうだけど。9、太陽で方角を知る方法。もしもコンパスがない時、太陽を使って方角を知る方法があるんだ。地面に棒を立てて影を確認。影の動く方向が西から東だからそれを元に北や南もわかるんだよ。山や海で迷った時この方法を覚えておくと安心だね。10、スプーンでナイフを作る。金属製のスプーンがあればちょっとしたナイフに変身できるんだよ。スプーンの先端を石やコンクリートでガリガリ削ると刃のように鋭くなるの。これで木を削ったり食材を切ったりできるからアウトドアやサバイバルシーンで役立つこと間違いなし。11、レシートで火起こし。もし火を起こす時に燃えるものが手元になかったらお財布に入っているレシートを使ってみて。レシートは薄い紙だから火種として燃えやすいんだ。ライターやマッチがあれば簡単に着火できるし焚き火のスタートにもぴったり。アウトドアや緊急時に活躍するライフハックだよ。レシートが火起こしの救世主。毎日の買い物が命を救うなんてね。12、炭酸飲料で錆を落とす。錆びついて動かないボルトやネジ手強いよね。でもコーラみたいな炭酸飲料があれば大丈夫。錆びた部分に炭酸飲料をかけて数分放置してみて、飲み物に含まれる酸が錆を溶かして簡単に動かせるようになるんだよ。修理道具がなくてもこれならなんとかなる。コーラは飲むだけじゃない、 DIY にも効くとか万能だね。13、緊急包帯はラップで代用。怪我をしたけど包帯がない。そんな時はキッチンにあるサランラップが大活躍。傷口を消毒した後ラップで巻いてみて汚れを防ぎつつ圧迫止血もできる応急処置に早変わり。防水効果もあるから雨の日やアウトドアでも便利だよ。14、ガラス片を踏んだらテープで除去。足にガラス片が刺さったら無理に手で取ろうとしないでテープを使えば安全に除去できるんだよ。
粘着テープをガラス片が刺さった部分に貼ってペタペタすれば細かい破片まで綺麗に取れるから安心。あとは傷口を洗って消毒するのを忘れずに、テープでガラス片をピタッと除去。お手軽だけど超効果的。15、ガス漏れの確認は石鹸水でガスの匂いがする。そんな時は石鹸水が便利。水に石鹸を溶かして泡を作り、ガス管の接続部分に塗ってみて、もし漏れているなら泡がブクブク出てくるはず。これでどこが壊れているか簡単にチェックできるよ。安全確認には必須のテクニック。16、水で濡らした服で体を冷やす。暑さでバテバテの時、服を水で濡らして体を冷やすのがおすすめ。濡れた服を着て風に当たるだけで体温がスッと下がるよ。首や脇に濡らしたタオルを当てるだけでも効果的。熱中症対策にぴったりのライフハックだね。自然のクーラーでひんやり快適。これで暑さとも戦えるね。17、虫刺されには冷凍スプーン。キャンプやアウトドアで虫に刺されると超かゆいよね。そんな時は冷凍庫に入れたスプーンを刺された場所に当ててみて、ひんやりしてかゆみが和らぐし、腫れも抑えられるよ。スプーンがなければ冷たいペットボトルでも代用 OK。冷たいスプーンでかゆみストップ。これ夏の必須アイテムだね。18、ゴリラに遭遇したら目を合わせない。ゴリラは目を合わせると挑発されたと思うことがあるんだよ。近くに来たら低い姿勢をとって視線をそらしながらゆっくり距離を取るのが基本。手を大きく振ったり急な動きをするとゴリラが攻撃的になる可能性があるから絶対に避けよう。ゴリラは普段おとなしいけどナーバスな時は要注意。ゴリラさんとはアイコンタクト禁止。冷静でお互い平和に行こう。19、車内の熱気を一瞬で抜く方法。真夏の車内って暑すぎて座るのもきついよね。そんな時は片側の窓を開けて反対側のドアをバタバタさせると熱気が一気に抜けるよ。空気の流れを作ることで暑さを一瞬で軽減できるんだ。これ試してみると感動するよ。20、カセットコンロのガスを長持ちさせる技。ガス管が少なくなって火力が弱い。そんな時は缶をぬるま湯で温めてみて、冷えたガス管は出力が落ちるけど温めるとガスがしっかり出るようになるんだ。ただし直接火を使って温めるのは危険だから絶対に NG ね。ガス管のピンチもこれで解決。でも安全第一だよ。21、飲み物がない時はフルーツで水分補給。もし水が手に入らないピンチになったらスイカやオレンジなどのフルーツを活用しよう。スイカは 90% 以上が水分で、オレンジにも水分と一緒にビタミンが含まれているから体が元気になるよ。特に夏場や災害時、フルーツが水の代わりに大活躍。スイカとオレンジがライフセーバー。美味しく補給できるのがいいよね。22、小さな火事には毛布で対抗。火事が起きた時、消火器が近くにない。そんな時は毛布を使ってみて、毛布を火元にかぶせて酸素を遮断すれば小さな火事なら消せる可能性が高いよ。ただし火が大きくなりすぎてたら無理せずすぐ避難を。安全第一が基本だよね。23、ヘアピンで手錠を外す。もし映画みたいに手錠をかけられちゃったらヘアピンが秘密兵器になるよ。ピンの先を曲げて手錠のロック部分に差し込めば運が良ければ外れるかも。まあ普通は使わないけど知ってて損はないテクニックだよね。24、蜂に刺されたらクレジットカードで対処。蜂に刺されて針が残っている時、手で取ると毒が広がる可能性があるよ。そんな時はクレジットカードを使って皮膚をこすりながら針を削り取るようにしてみて。あとは冷やして腫れを抑えるのがポイント。クレジットカードが医療アイテムに変身。買い物だけじゃないんだね。25、布で即席の防煙マスクを作ろう。火事や煙が充満している場所では布を水で濡らして口や鼻を覆うだけで呼吸が楽になるよ。煙の粒子をある程度ブロックできるから安全な場所へ移動するときに役立つテクニック。26、応急用の冷却パックを手作り。熱中症や打撲の時、すぐ冷やしたいけど冷却パックがない。そんな時はジップロックに冷水や氷を入れてタオルで包むだけで即席パックの完成。冷えたペットボトルや缶ジュースを使うのも効果的だよ。27、コンクリートで缶詰を開ける。缶切りがない時、缶の蓋をコンクリートや石にゴシゴシこすりつけてみて、蓋が削れて緩んだら缶を押して中身を取り出せるよ。ちょっと力が必要だけどサバイバルでは必須テク。28、携帯の充電が切れたら街中の隠れスポット。モバイルバッテリーを忘れても諦めないで。街中のコンビニや公園、駅にある USB 電源が使える場所を探してみて。テレビや PC がある場所では USB ポートもチェック。非常時に役立つ充電スポットを知っておこう。29、目立つ服で遭難時に SOS を発信。山や海で迷った時は赤や黄色など目立つ色の服を気にかけたり、地面に広げて SOS の形を作ってみて。これだけで救助隊に自分の場所を知らせやすくなるよ。服が派手なほど目立つから意識して準備しておくのもいいね。ファッションで命を守る。
これからは緊急時のためのファッションがトレンドに。知らんけど。30、即席松明で暗闇を突破。夜の暗闇や緊急時には松明が役立つよ。木の枝に布を巻きつけて油を染み込ませたらライターやマッチで火を灯すだけ。短時間だけど光源として周りを照らせるし、防災アイテムとして覚えておくと安心だよ。 DIY 松明でサバイバル感アップ。火の扱いは慎重にね。ご視聴ありがとうございました。あなたの知りたい雑学もぜひコメントで教えてね。もしよかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。